キアオラ、皆さんこんにちは、どさんこさんです。今日はこれからワーホリに行きたいなと思っている若者たちのためになるであろう情報を私の経験に基づいてお届けしていきたいと思います。この動画は若者に向けた動画になるので、30歳以上の方は縁もゆかりもございませんので、あしからず。ビザの条件や手続きの方法は常に変わっているので、イミグレーションニュージーランドのホームページで正しい情報を必ず確認してください。まず簡単に自己紹介をしておくと、私は2019年11月にワーホリビザでニュージーランドのウェリントンにやってきました。ちょうどコロナが始まる直前です。日本では航空会社で約6年半働いていました。大学卒業の頃からずっとワーホリには行きたいなと思っていたんですけれども、まずは3年ぐらい日本の会社で働いてお金を貯めてから行こうと思って入社した会社で、ずるずると働いて辞めるタイミングを失い、お金が貯まったら辞めよう、もうちょっと旅行に行ってから辞めようとか、いろいろと考えているうちにタイミングを失っていました。お金を貯めたら辞めようと思っても一向にお金は貯まらないわけですね。なぜ？そんな中、29歳の時にニュージーランドとオーストラリアに一人旅に行くことがありました。1週間の短い旅行でしたが、クイーンズタウン、ウェリントン、そしてオーストラリアのシドニーに行きました。そこでウェリントン住みやすそう、ここにワーホリに行こうと思い立ちました。そして帰国後すぐからいろいろな手続きを開始して、数ヶ月後には会社を辞め、半年後にはニュージーランドに飛び立っていました。自画自賛しますが、決意してからの行動力は半端なかったです。そんなこんなで2019年11月にやってきて、その後すぐにコロナが始まってしまいました。By staying at home and reducing contact. Now is the time to act. 日本でも有名かと思うのですが、ニュージーランドのコロナ規制はかなり厳しく、ロックダウンもありました。ニュージーランドで2度ロックダウンを経験しています。そして丸3年、日本に帰国することができませんでした。帰国しようと思えば帰国はできるんですけれども、一度国を出たらニュージーランドには帰ってこれないという状況だったので、帰ることができませんでした。その間にいろんな出来事があり、出会いもあり、結果的に住み着いちゃいましたよっていう状況です。私が考えるニュージーランドのワーホリに向いている人は、自然の美しさに感動できる人です。大都会で飲んで踊ってパーティーエブリーナイトな海外生活を求めている人には向いていないと思います。そういう場所を求めている人は違う場所を考えた方がいいと思います。ここにいる周りの日本人の方たちは何カ国かすでにワーホリですとか留学ですとかを経験した後に、最終的にこの地にたどり着いて落ち着いて暮らしているという人が多い気がします。ニュージーランドでのアクティビティ、遊びってほぼほぼ全てがアウトドアなわけですよ。なのでキャンプが好きとかハイキングが大好き、綺麗な自然の中で生活したいっていう方はおすすめです。あとはスカイダイビングとかバンジージャンプとか、そういったものも世界的に有名な場所なので、そういうことをやりたいっていう方もおすすめだと思います。ワーホリビザの申請はすべてオンラインで完結できます。手続きの方法も簡単なので、自分一人でも手続きはできるかと思います。日本から申請した場合はビザ申請費用は無料。
私がワーホリに来た頃は健康診断とか胸部レントゲンを指定の病院で行わなくてはいけなかったんですが、去年から日本は結核リスクの高い国リストから外れて必要なくなったらしいです。ビザは30歳までに申請しておいて1年間の間に入国できれば OK なので、入国の時点で31歳になってても問題ありません。1年間滞在ができて仕事も自由にできるし、勉強も6ヶ月まで OK です。他の国だとワーホリビザは同じ雇用主の下での仕事は3ヶ月しか働いちゃダメとか6ヶ月までとかいろいろなルールがありますが、ニュージーランドは1年間同じところで働き続けても OK です。だからもしすごいいい働き場所を見つけたら、ワーホリ中ずっとそこで働くっていうこともできるからいいと思います。仕事探しって本当にストレスだし大変なので、これは本当にありがたかったです。手持ちのお金はビザの要件としては$4200、今のレートでいくと約37万円ぐらいを証明しないといけません。銀行から英語の残高証明を取得して証明することができます。仕事探しはいろいろな方法がありますが、ホスピタリティジョブと言われているカフェとかレストラン、バー、アパレル系などは基本的に CV を配りまくります。履歴書って英語でレジュメって日本で習うと思うんですけど、それはアメリカ英語らしくって、ニュージーランドでは CB と言います。お店の窓ガラスとかに雇っています、人を募集していますって貼ってあるので、そういうところを見て CV を落としていったり、もしくは貼ってなくてもたまに雇っていたりもするので、当たって砕けるで今人雇ってますかって聞いて配りまくっていました。私は Google マップで良さげなところの目星をつけてメールで送りまくるという戦法もやっていました。その結果ローカルのカフェでの仕事を見つけました。1ヶ月は家を探したり仕事を探したりで大変だと思ったので、ホームステイをしました。そして友達作りのために語学学校にも行きました。学校は本当に大切だと思います。英語の勉強のためだけじゃなくって友達も作れるし、現地のこととかに詳しい先生たちにいろいろな手続きの方法とか教えてもらうことができるので、どんなに英語ができたとしても絶対に行った方がいいと私は思っています。ここでできた友達とは卒業しても仲良しです。ニュージーランドは物価が今どんどん上がっていて、ウェリントンは特に家賃がまあ高い。私が来た時は頑張って探せば週$180から$230ぐらいでフラットと呼ばれるシェアハウスを借りることができたんですけれども、今は最低でも$210から$250ぐらいに上がっています。でもこれもピンキリで、住む場所にこだわらなければちょっと市街地から離れたところはもうちょっと安いです。もし日本的な感じで一人でアパートマンションに住もうと思ったら週$400以上はザラなんじゃないかなと思います。つまりは月12万超えです。ウェリントン、オークランドは特に高いので、もしもっと安く抑えたいって思ったらクライストチャーチとかさらに違う小さな町とかに行けばもっと安いところは見つけられます。フラット探しもこれまた大変で、素敵なフラットを見つけられたらもうとってもハッピーライフを過ごせると思います。でもたまに最悪なフラットにも巡り合う可能性があります。私はワーホリの時は1年間4回お引越ししました。もういろんな事件が多発したので、そのお話はまたどこかでしたいと思います。お金はあるに越したことはないと思います。来た時に心に余裕が生まれるし、お金があれば働きたいところを吟味することができるので、無理やりここ嫌だなって思うところで働き始めることもないので、貯めてくるに越したことはないです。ただ実際問題、ある程度あればなんとかなる、どうにでもなるっていうのが私の感想です。
私は正直なところぶっちゃけると、学校のお金とか飛行機とかホームステイ代とか全て支払って、その他に実際に持ってきた手持ちのお金は50万ぐらいで乗り込んできました。私がなんとかなったんだから、みんな大丈夫、なんとかなる。ワーホリは本当に人生を変えると思います。私の場合は1年のワーホリで帰国するか、もしくは最後の最後の駆け込みでもう1カ国別の国のワーホリに行こうって思っていたんですけれども、いろんな偶然とか運命とか何なのかわかんないですけど、結果的にここに住み着いております。ワーホリは若者の特権。30歳を超えた時に海外生活してみたいなって思っても、チャンスがぐっと狭まってしまいます。学校に通うために学生ビザを取るとか、ビザをサポートしてくれる会社を見つけてワークビザを取るとか、スーパーレベルがハイパー激ムズになるわけです。こんなに優遇されて、仕事も自由にできて勉強もできてっていうビザは他にはないので、ぜひとも少しでも海外生活をしてみたいって思ったことがあるなら、後悔しないように直ちに行動してほしいと思います。若者よ、大志を抱け。こんなゆるい感じの説明ですが、誰かの背中を押せたら嬉しいなって思います。それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アディオス、したっけね。